はい、こんにちは。今年も台湾にやってきました。目的は2026年の台北サイクル、通称台北ショーです。台北ショーは大小合わせて約1000社が出展し、4日間で延べ1万7000人が来場する世界最大級の自転車展示会です。会場は台北市の南港展覧館、この後ろに見えている巨大な建物と道の反対側にある第2棟、この2つ合わせて3フロアを借り切って行われます。会場すごく広くって1日ではとても回りきれないぐらいです。自転車産業が盛んな台湾、そこで行われる台北ショーの特徴は B2B のビジネスショーであるということです。サイクルモードなんかが一般サイクリスト向けなのに対して台北ショーは業界人向け、いろんなところで商談が行われています。展示されているブースもカーボンフレームの OEM メーカーやパーツメーカーで細かな部品を作っているメーカーなど普段目に触れることがない企業が並びます。それでは自転車業界の裏側、少しディープでマニアックな世界を見ていきましょう。はい、ということで入場しました。まずは第一展覧館の4階から見ていきます。ここは比較的大規模なコンポーネントメーカーや完成車メーカーが並んでいます。一番華やかな場所ですね。で、入り口入ってほどないところに、おなじみチェパークのブースがあります。今回はトライピークと同じところで出店してるみたいですね。新製品のワックスルブ、下のなんか湯煎する鍋もセットですか。ここはもともと台湾の完成車向けのケミカルのブランドとして立ち上がって、ジャイアントはじめ大きなブランドの完成車の純正採用ケミカルとして使われているみたいです。はい、ここがねメインストリートですね。結構大きいシワルベとか、正面にはジャイアント、メリダでスラムなんかも並んでます。ということでね、ここが多分台北ショーで一番華やかな中心地ですね。背後にスラムがあって、で後ろシマノでジャイアントとでメリダと、巨大ブランドが全部並んでいる交差点です。じゃあシマノから行きましょうか。といってもそんなに真新しいコンポーネントとかは発表されてなかったと思うんですけど、完全ワイヤレスのマウンテンバイクの XTR ですね。リアディレイラー自体にバッテリーが内蔵されてて、シフターとディレイラーだけで動作します。こっちは GRX ですね。フロントシングルについてはこういう一体型のリアディレイラーが採用されてます。多分物自体は XT と同じような印象ですね。あとはコンポーネントの展示とか、シューズでペダルでアイウェアで、あとはシマノプロのハンドルとかサドルとかボトルケージとかっていう小物類ですね。全体的にあんまり日本のユーザーが興味を持ちたがる、ロードバイク関係の展示は少ないようなイメージですね。世界的な潮流はやっぱりオフロード、マウンテンバイクとグラベルなんかなと思います。じゃあ次スラム行きましょう。シマノとスラム、ロードだと互角ですけど、オフロードでは今圧倒的にスラムの方がシェアも高いし評価も高いと思います。スラムは一応ロードバイクも置いてあるんですけど、やっぱり中心はマウンテンバイクとグラベルですかね。バイクパッキングの多分なんかアドベンチャーレースかツアーかしたようなバイクですかね。これはスラムとしか書いてないですけど、これ多分供給用ですね。でフロントはロード用シフターですけど、フランクがレッドでリアディレイラーはスラム WX マウンテンバイク用のコンポと組み合わせてます。でスラムのコンポーネントはロードとマウンテンで互換性があるんで、こういう組み合わせができるんですよね。でホイールは確か幅広のジップの303エクスプロア SW、 幅32ミリとかじゃなかったかな、リム幅
でタイヤはね、最近のグラベルレースとか、主流になっていると言われる、マウンテンバイク用の299のタイヤ履いてますね。でちょっと気になったのが回転方向が逆で使ってますね。フロントが逆履き、リアは正方向で履いてますね。でマウンテンバイクは、これは普通のスラムのアクセス、ワイヤレスポットのトリガーシフターでフロントがねダブルっぽく見えるんですけど、これおそらく右側はシフトだけで、この左側のボタンはこちらのワイヤレスドロッパーシフター用のスイッチとして使っていると思います。じゃあ次にロード系のコンポ、さっきからチラチラ映ってたんですけど、このファクターの1、最新鋭のエアロロードですね。私も実車見るの初めてですけど、すごいですね。特にやっぱりね、このフロントフォークのここの隙間がすごいです。ガッパガバに開いてます。なんかマウンテンのタイヤ入りそう。なんか昔マウンテンバイクに細いロードタイヤ履かした時のことを思い出しますね。で、このバイクはスラムのフォースの E1 で組まれてますね。でロードなんですけど、フロントのディレイラーはなしで、フロントシングル構成、リア12速で組まれてます。リアフォースの場合はエクスプロアの13速があったはずなんですけど、これは12速っぽいですね。どっちかというとフレームのインパクトの方がちょっと大きいですね。で、次がメリダ。メリダは、つい先日新型のエアロロードリアクトが発売されました。これかな、全体的なフォルムはなんかリアクトの形っていう感じですね。このシートポストの上がえぐられて快適性を高めているところとか、なんか放熱用のフィンがついているところもなんかメリダっぽい感じですね。あとこの展示車に関してはフロントがシングルで、リアがねクラシファイドの内装リアハブが採用されてますね。なんでフロントシングル12速に見えるんですけど、実は中はダブルっていう構造になってます。リアクトの限定カラーかな、ちょっとゴールドというかブラウンというかメタリック調のカラーになってます。でコンポーネントがスラムレッドなんですけど、ハンドルですね、めちゃくちゃ狭いです。30センチないぐらい激狭ハンドルバーですね。フロントから見るとね本当に細いです。なんか TT バイクみたいな。でもハンドルの形自体は割とオーソドックスですね。ちょっとステムが低めで、ここの空気の流れを重視しているような感じはしますけど、当初の印象に比べると握りやすそうな気はします。あとメリダはこんな感じのなんかカスタムカラーみたいなのも最近取り組んでるみたいです。じゃあ次にジャイアントと、リブ、ここも多分台湾最大級のブランドなんで、かなり展示には気合が入ってます。これが新型のプロペルですね。プロペルアドバンスド SL0 で、日本にはないカンパニョーロの EPS 仕様ですね。今 EPS って言わないのか、カンパニョーロスーパーレコードワイヤレスやっけ。リアディレイラーもワイヤレスのディレイラーになってます。でフロントチェーンリングがカーボン製か、これ内側がカーボンになってますね。これも日本の国内展開はないと思うんですけど、でホイールは、カデックスのカーボンスポークホイールですね。ちゃんとフレームもカンパニョーロ専用ですね。これロゴの箔押しみたいなのがされてます。でプロペルフレーム重量自体はね確か 950g ぐらい、エアロロードはこれぐらいの重量かなって感じなんですけど、このハンドルがめちゃくちゃ軽いんですよね。割とねエアロな感じに見えるこのハンドルで、重量がちょうど 300g ぐらいだったかと思います。形もそんなに極端な形状してないんで、普通にサイクリングでもロードレースでもヒルクライムでも使いやすそうですね。中に面白いものがありました。これ風洞実験で使う時の、動くマネキンですね。風洞実験する時にやっぱりバイク単体で見てもダメで、
こうやってライダーが乗った状態で空力を最適化する必要があるんですけど、そのための動くマネキンですね。結構手とハンドルバーは直結量になってたりとか、この股周りの構造とか、なかなか後方資料だけでは見られない部分が面白いですね。尻どうなってるんや。尻こんな感じになってるんですね。お尻とサドルが一体化してるような構造みたいです。これ多分動力自体はここのリアホイールを駆動してチェーンを介して足を回してるんかなと思います。で次は今年はホールの方に展示が移りました世界最高のカーボンスポークブランドボノアですね。去年はね会議室みたいなところでちょっと入るのに勇気がいったんですけど、今年はちゃんとブースを構えてます。太さのバリエーションがねいくつかあって、一番ワイドなやつだときしめん感のあるスポークになってます。このニップルの色が違うのが、これがチタンニップル採用の第4世代のスポークの中でも多分最軽量のやつですね。このボノアのブランドのスポーク作ってるのがこのストレンっていう会社で、ここはね自転車とかあとスポーツ系のカーボンファイバー業界のなんか技術力をかなり握ってるそうです。カーボンスポークについてもこのボノアがこの抜け止め構造とかの重要なパテントを握ってるんで、なかなかこの品質のスポークを他のブランドは作りにくいらしいです。DT スイス、DT はスポークブランドで最近ホイールの方がイメージが強いんですが、 ARC1100 これか、このホイールがカーボンスポーク採用してるんですよね。なんかどうやらこのホイール DT の内製じゃなくってさっきのボノアのスポークを採用してるっていう話です。ここっすね。なんか見る感じワイヤレスで油圧ブレーキですね。センティなんていうんやこれ、ちょっと読み方もよくわからないですけど、なんかスラムレッドっぽい形をしてますけど、シフトスイッチがここの横、このパドルタイプになってますね。ちょっと下のボタンには指が届きにくいかなって感じはしますけど、で左シフターもこんな感じで、これはフラットハンドルマウンテン向けのやつですね。センサーなんかこれはセンサーらしいです。センサーの会社の新しいそのブランドで、なんていうんですか、電動変速用のブランド、センタッチ、要はセンサーの上位ブランド、ホイールトップとか L2 とかに加えて、センサーもこういう電動コンポに参入するみたいですね。ただなんかこのブレーキキャリパーの造形とか、あとこのシフトレバーのブレーキレバーの形もですけど、なんかかなりスラムの E1 を意識している感じはしますね。ただフルマウントじゃなくって普通のディレイラーハンガーにつける形ではあるみたいですね。バッテリー自体は USB Type-C 直結で充電できるようになってますね。便利ですね。タイプ C で充電できるっていうのはスラムに対するすごい大きなアドバンテージだと思います。すごい14足、スプロケの枚数が14枚、フロントシングル14足だそうです。この辺はサドルとかなんかフレーム OEM とかグリップとかみたいなちょっと小物類が中心ですかね。ここ面白いですね。サスペンションとかのフリクションを減らすためのブッシュの専門ブランドですね。あと大向かいにブードゥーがありますね。
昔一時期ブードゥーの黒森のロードバイク乗ってましたけど、一応まだブランドは存続してるみたいですね。結構いいバイクとか、あと普通のロードバイクもあるみたいです。なんか自転車の走行試験用の試験機を作っている会社ですね。こういう自転車ブランド向けというか工場向けの製品とかも出てますね。でこのフレームのペダリングの力を再現してフレーム耐久性を試験する装置とかもあります。マクシスタイヤ屋さんですね。なんかエッグケーキと飲み物をもらっちゃいました。あとね、なんかこういうトートバッグまでいただいちゃいました。一番目玉がこれですね。32インチのタイヤ、32×2.4 インチのアスペンが出展されてます。隣のリコンレースが 2.4 の229なんですけど、それと比べて全然直径が違いますね。であとはグラベルレースで最近マウンテンバイクサイズのタイヤが使われるようになったんで、 700×55C とか 50C の、グラベルレース向けの、転がりの軽いパターンの、いわゆる今までのマウンテンバイクの、ドライタイヤみたいなのがグラベル向けにラインナップされるようになってます。で次が長泉、台湾のハブブランドですね。一昔前に中華パーツでホイールを手組みした人にとったらもしかすると馴染み深いブランドかもしれません。実際は OEM 中心で結構大手ブランドのホイールなんかのハブも手掛けてるみたいです。 PSB のブレーキローター 160mm で 107g で 140で 90g なんで結構軽いです。重量軽いんですけど、見た目の感じは割とアルミスパイダーもしっかりしてるし、綺麗ですね。它可以达到说一个浮动的效果。確かにここに切れ目が入ってます。わざと隙間が空いててローターの歪みを抑えるらしいです。あとなんかローターのちょっと黒い部分、ここまで減ったらもうローターの寿命っていうのが一目で分かるようになってるみたいです。オーラ、金属フレーム、特にチタンフレームの OEM メーカーですね。このロードバイクは、チタン製なんですけど、ヘッドとか見てもすごいカーボンフレームみたいに一体化されて見えますね。多分ね 3D プリント製のラグをつなぐような構造を使ってるんかなと思います。ヘッドチューブ、ジャンクション、トップチューブ、シートチューブ、シートステー、BB ダウンチューブ、チェーンステーでドロップアウト、ほぼ全て接続部分に 3D プリント製パーツを使ってるみたいです。電動コンポの L2 ですね。電動の ER9 って、セカンドグレードの電動ディレイラーですかね。これでも違いますね。確か前の L2 はバッテリーが別体だったんですけど、これリアディレイラー側に充電ポートと、でおそらくこれバッテリーだと思うんですけど内蔵されてますね。でこれグラベル向きの EGR っていうやつです。これはバッテリーは別体式なんで、リアディレイラーは割とシンプルで、なんでやっぱりこの ER9 は完全ワイヤレスの新型っぽい感じですね。このボタン操作だけで動いてるんで、これだけで独立してディレイラーとして使えるみたいです。変速のシフターはこれだけなんですか？これもありますし、あっちバージョンもあります。こっちのこのタイプでもいける。このタイプもいける。へえ。ER9 って前ERX のハイグレードであったんですけど、それ名前が変わった。フロントのディレイラーの開発中で出来上がってないんで、これじゃあまだ開発中っていうことですか？シングルのロード名前はまた変えるかもしれない。なるほど。じゃあこれまだ開発中ってことですね。とりあえず今これを名前をつけてるらしい。なるほど。ありがとうございます。
でこの ETX っていうのが、これもフルワイヤレスなんですけど、さっきの、ER9 と違ってこっちはバッテリーが別体になってて、後ろから、取り付けるスラムみたいなタイプのやつですね。これは去年も見ました。これはこれでね、この外付けのバッテリーがタイプ C 直結で充電できたりして便利そうではあったんですけど、で、ここが R シリーズ、ロード向けですね。で、こいつが電動の ERX ですね。 ERX については、フロントディレイラーとリアディレイラーをそれぞれの間を、内蔵の筒状のバッテリーで接続するような感じになってます。で充電自体はこのフロントディレイラーのところに USB Type-C ポートがあって、ここ経由でフレームに内蔵したバッテリーに充電するような感じですね。この ERX もバージョンアップが何回か繰り返されてて、現在のがね確か2025年かのバージョン3だったと思います。はい、ということで1日目終了です。1日目は第1展示館の4階とあと1階の一部を見た感じだったんですけど、それでも1万3000歩ぐらいはもうすでに歩いてますね。明日は、1階の残りの部分と、道挟んで反対側の第2展覧館の中見ていこうと思います。じゃあぜひチャンネル登録して後編をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。Hello, nice to meet you. Sure, you guys. Whoa, thank you. Take this is an old story. You promote new bike, maybe 32? Yeah. Yeah, we'll play at that, but mine will be able to fit a small person. That's important, I think. Yeah. So I have a solution to do that. Great Thank you. You're welcome, sir.